やばいぜ、クエン酸。3で蘇り2700万円の自己投資をする人生学校があなたの時間とお金をドカンと節約します。まず最初に言わせてください。この本、すごすぎ。この内容でめちゃめちゃ助かる人が増えるかと思いましたので、自信を持ってご紹介させていただきます。早速結論から。1日 15g 程度のクエン酸を飲み物に溶かして飲むだけでめちゃめちゃ自然治癒力が上がる。大事なところですので、もう一度。1日 15g 程度のクエン酸を飲み物に溶かして飲むだけでめちゃめちゃ自然治癒力が上がる。さらに日常で実践するためにはこの形が一番続けやすいかと思います。クエン酸 25g から 30g 程度が入る容器を100円ショップなどで買って持ち歩き1日あたり約半分を飲みやすいものに入れて飲む。実は人生学校自身数年前からこの方法を試していたんですよね。ですがただ飲む量がおそらく1日 1g 程度だったと思います。今は1日 15g 程度に切り替えて1週間くらいですが、以前よりさらにスーパーサイヤ人的に元気になった感覚です。この本には驚きの体験談がおそらく数百人分くらい掲載されているんですよね。ちなみにクエン酸販売業者の回し物ではありませんよ。最近たくさん商品サービスの紹介の依頼がありますが、全てお断りしています。本当に自分が試していいと思えるものだけをご紹介したいからですね。クエン酸といえば梅干しとかレモンですよね。そうです。イメージするだけでも唾が出てくるやつです。よく噛んで唾液を出して食べたり、飲み物を飲む時にも噛んで飲むと食当たりを起こさないというエピソードが中村天風さんの本の過去動画でもあったくらいですから、唾を出すことはとても健康に良さそうですよね。その中でも持ち運びが簡単にできるクエン酸はとても便利というわけです。では早速人生学校的目次からいきましょう。1、なぜクエン酸が体に良いのか。2、クエン酸を飲んだ人の体験談の数々。3、クエン酸の基本的な飲み方。4、微弱の方におすすめの飲み方。5、人生学校の体験談。では本題行きましょう。1、なぜクエン酸が体に良いのか。理論としてはクエン酸は酸性に傾いた血液を本来の正常な弱アルカリ性にする作用があるというのですね。実際に血液の pH が変わってくるそうです。これはネット情報ですが、今の薬で WHO に登録されている2000くらいの薬品成分で酸化した体を弱アルカリ性にできるのは唯一クエン酸だけというのも発見しました。ちなみにクエン酸自体は pH2 と強酸なのですが、体内でアルカリになるというのですね。人間の体は弱アルカリ性の時に最大限の働きをするそうです。つまり自然治癒力が向上するということなんですね。逆に酸性体質で悪循環を繰り返している時は、血液も酸素も必要なだけ供給がされずに、体の細胞も本来の働きをすることができずに、働き方が低下してしまうというわけです。ですので血液を弱アルカリ性にして全身の血流を良くすることで全身の細胞のゴミ掃除をするイメージなんだそうです。中村天風さんは赤玉精神、クンバハカ、野菜果物中心の食事を推奨されていましたが、詳細は過去動画いつまでも若々しく生きるをご覧いただくのをお勧めします。これって血液を酸性にせず弱アルカリ性にする方法なのですよね。ストレスや不安や恐怖を強く抱えているとアシドーシス、つまり酸性に血液が傾きがちなんです。クエン酸を直接飲むことで血液を弱アルカリ性へ導くのですね。ちなみに輸血をするときは血液にクエン酸ソーダを入れるのだそうです。ご存知でしたか？ちなみにクエン酸ソーダとはクエン酸に重曹を加えたものです。このクエン酸ソーダを血液に加えないと血液が固まってしまうからですね。この本に書かれている血液をサラサラにして血流を良くするという意味がこのあたりイメージしやすかったです。なので脳梗塞、脳卒中、高血圧などありとあらゆるものに対して効果が期待できるというわけです。ネット情報ではクエン酸ナトリウム、その中でもクエン酸ジナトリウムは酸化防止剤として食品に添加されたり、酸化を防止する役目があり、クエン酸トリナトリウムは抗凝固薬として採取した血液に添加されるのだそうです。ちなみに輸血の際の血液とクエン酸ナトリウムとの混合比率は9対1というネット情報があり、結構多いなというイメージでした。凝固するのを防いで酸化を防ぐ。クエン酸恐るべしです。2、クエン酸体験談の数々。
体験談が掲載されているものをサクッと一部分だけご紹介します。口臭、シミ、便秘、白髪、抜け毛、胃潰瘍、がん、肝炎、脳梗塞、関節リウマチ、アトピー、爪白癬、脇が、肩こり、腰痛、蕁麻疹、子宮筋腫、イカ水、糖尿病、更年期障害、白内障などなど、ありとあらゆる体験談が掲載されています。ただですね、効果効能が 100% 保証されるものではありません。ご自身の体調に合わせて調整したりされると良いと思います。信頼できるお医者さんに相談の上、自己責任で試してみてくださいね。ちなみに体験談を症状ごとにずらっと並べるとこんな感じです。めちゃめちゃ体験談ありまくりです。体験談はおそらく全て実名で書かれていますが、劇的で壮絶すぎて紹介できないくらいです。わかりやすいところで言うと、尿の色が赤褐色や黄色だったのが透明近くになったという体験談はとても多かったですね。飲み始めは急に血流が良くなって頭痛が出てしまったり、眠くなったり、だるくなったりする場合もあるかもしれません。あくまで個人的な意見ですが、まずは短期集中で10日間程度で変化を感じるかどうかを試してみる方法がいいのかなと思いましたね。ちなみに慢性病の場合は変化を感じるまでに時間がかかるケースがあるようです。全体的に読んでみて、病気が重症なもの、難病などの場合は、1日6から10回程度、1、2時間おきにクエン酸 5g、1日あたり 40g 程度を食事前後に飲んでいる方が多かった印象です。あくまで印象ですので、正確には長田先生の本を手に取って読んでいただくのをお勧めします。この本のいろんな体験談の中で多かった飲み方は、毎食後に約 5g、1日3回として1日 15g 程度を飲んでいて効果を感じている方が多い印象でした。おそらく続けやすいのは 500ml のペットボトルの水を常に持参して、錠剤タイプのクエン酸を1日に何度かに分けて飲むという形だと苦痛なく継続しやすいかもなぁと思いました。中2強から水に 5g のクエン酸を溶かして飲むと酸っぱすぎて胸焼けがしたりすることもあるようですので、最初は 2g 程度小さじ半分以下にしたり、蜂蜜などと混ぜたり、野菜ジュースや甘みのある飲み物に混ぜて飲むのが良さそうです。苦痛だと続けられませんからね。ちなみにクエン酸は食物から抽出される自然のものですので、容量などを間違えなければ副作用がないというのがなんとも嬉しいところですよね。今健康な人も疲れに強くなったり若返りにも良いとなるとやらない手はありませんよね。スポーツ選手はクエン酸を飲むと筋肉痛が出にくいというのは経験したことがあるかもしれません。激しい踊りをするEXILEさんがレモンサワーを飲むというのを聞いたことがありますが、クエン酸はレモン酸ですので、まさに疲れを取るのに理にかなっているのですね。医学的に言うとクエン酸サイクルという回路が関係していて、体から出るゴミを燃焼してくれるイメージです。ちなみにこのクエン酸めちゃめちゃ安いです。大抵の場合はドラッグストアで Amazon などでも購入できます。サラサラの塩みたいな粉で売られています。著者の長田さん創業の会社疲れず本舗さんでもいくつか商品がありますので覗いてみると良いと思います。3. クエン酸の基本的な飲み方。結論からいきましょう。原則1日 15g 程度のクエン酸を飲み物に溶かして飲むです。5g ずつ食後3回という人が体験談の中では多かった印象ですが、1日10回などに分けてちょこちょこ飲むパターンも推奨されていました。特に最初はめちゃめちゃ酸っぱく感じるので、ヤクルトやジュースなど甘みのあるものと混ぜるといいのですが、何に混ぜても効果は全く変わりませんとのことでした。もし飲んでいる途中で発疹が出たり胸焼け、胃痛などを感じるようになった場合は、1回の量を思い切って半分またはそれ以下にして飲み続けると良いそうです。慣れてきたらその後に少しずつ増量していくと良いと書かれていました。この本の素晴らしいところは、食事の量とか断食とか食べ物の種類を緑黄色野菜メインにしましょうというものではなく、ただただ今のままクエン酸をプラスで取り入れましょうというところです。水に溶かしてもジュースに溶かしても固形の粒でも OK です。仕事を続けながら、家事育児をしながら、ただクエン酸を取る、それだけで良いのです。ちなみに飲んだ後1時間後くらいに効き始めて2時間後に最高に効果が現れやすいのだそうです。ですので、すでに病気を持っている方の場合は、理想は2時間ごとに少しずつ飲むのが良いそうです。この本では書かれていませんが、これはあくまで人生学校の想像ですよ。実際に1ヶ月以上継続できる人の割合はおそらくですが、
こんなに簡単でものすごい方法でも1割か2割くらいだと思うのですよね。継続できる人は病気をお持ちでいろんな方法を試してもダメだった。症状が辛すぎて藁をもすがる思いで実際に本を読んで信じられた。信用する人から教わったなどのケースが多いのではないかと思います。ですので長田さんの本ぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。4、胃弱の方におすすめの飲み方。この本の中に登場する医師の佐伯先生によると、胃弱の方の場合は少し飲むだけで胸焼け、吐き気、腹痛を感じる人も多いようですが、胃弱の方の場合は1回 0.5g 以下から始めて慣れるに従って少しずつ増量していく形にするか、クエン酸を溶かしたものに重曹を加えて酸を消して飲むと胃に優しく飲めるそうです。重曹を入れると胃に良くないのではないかと心配する方もいらっしゃるようですが、この場合の重曹はクエン酸の酸を消すために全部使われてしまうので胃には全く影響がありませんとのことでした。重曹を加えてできたものはクエン酸ソーダですが、もともとクエン酸は体内でクエン酸ソーダとなるので、体の中でできるものを先に体外で作って飲むだけのことですので、クエン酸内服の効果は全く変わりませんと書かれています。歯や骨が心配という方もいらっしゃるようです。ですが現実に20年以上クエン酸を飲み続けている人がものすごい数ピンピンしていることを見ると、どうやらそんなことはないとの見解でした。クエン酸は今では酸として働くようですが、胃から腸へ下るときに腸から分泌される重曹で中和されてクエン酸ソーダとなって体内で吸収されて血液の中に入り、体内を回って細胞組織の中に取り込まれるのだそうです。ただ歯についた場合は酸として働くので、長い間歯に付着していると歯を痛めてしまうことがあるそうですので、その点は注意できると良さそうです。慢性病の方や難病の方は飲み方が少し変わってきます。簡単に言うと量や頻度を増やせると良いようですが、正しい情報は長田さんの本書以外にもたくさんありますので、読まれてから実践されることをお勧めします。症状別の飲み方もありましたので、参考までに記載しておきますね。こんな感じです。5. 人生学校の体験談。人生学校も実は普段からクエン酸を常備していて数年間実験しています。5g というと小さじ1杯なのですが、500ml の水に入れても飛び上がるくらいに酸っぱいです。ちなみにスターバックスにゆずシトラスティーという結構甘めの飲み物があるのですが、そこに 5g くらい入れてもかなりの酸っぱさでした。ただ水に混ぜるよりははるかに飲みやすくなります。ポカリスエット 500ml や野菜ジュースにも混ぜて試してみましたが、これでも酸っぱいです。ですがそれでも水に混ぜるよりは10倍飲みやすいです。ですので最初は野菜ジュースやポカリスエット、ヤクルトなどもともと甘みがあるものや、例えば蜂蜜と混ぜるなど工夫すると始めやすいと思います。それでも酸っぱすぎて継続できない場合や酸味が苦手な場合は錠剤タイプにできると良いと思います。著者の長田さん創業の疲れず本舗さんのサイトで錠剤タイプが販売されています。ホームページリンクを概要欄に入れておきますね。おまけです。ネット情報では梅干しに含まれるクエン酸はドロドロ血液の原因である酸性を中和させ血液をサラサラにしますなどという記述もあるくらいですので、梅干しってよくできていますよね。人間が健康でいるためには体液が弱アルカリ性に保たれているということがポイントのようです。人間の正常な状態の体液は pH7.4 くらいの弱アルカリ性なんだそうです。ちなみに酸性の強い牛肉を 100g 食べると梅干し 5g の量で中和してくれるそうです。梅干しの酸っぱさはまさにクエン酸ですからね。今回ご紹介したクエン酸は新薬ですの本は中古でしか手に入らない可能性もありますので、長田正松さんの本何度も言いますが他にもたくさんありますので、ぜひ直接本を読まれて正しく理解してから実践されることを絶賛お勧めします。長田さん創業の疲れず本舗さんにクエン酸関係の商品がいくつかありますので、ご自身の体に合ったものを相談して選べると良いと思います。酸味が苦手な方には飲みやすくしたものや錠剤タイプもありますので、気になる方は相談してみてくださいね。疲れず本舗さんのホームページリンクを概要欄に入れておきます。高評価、低評価、感想などコメントいただけると嬉しいです。今のところ全てのコメントに目を通しています。いつもありがとうございます。お知らせです。人生学校 LINE 作りました。登録された方に7大特典を少しずつ準備中です。あなたにとって大事な人に役に立てそうと思ったら、ぜひこの動画を教えてあげてくださいね。最後までご覧いただきましてありがとうございました。
あなたは血液を弱アルカリ性に保つことで、いつまでも若々しく健康的に生きることができます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。